そしたら後ろに手をついたままですね、次はこのまま持ち上げる、下ろす、持ち上げる、下ろす、繰り返していきましょう。膝はなるべく外に開いておく。しっかり腹筋、力入れて、腰丸めといて。腰が痛い人絶対無理しないでくださいね。きつかったらサボってもいいですよ。もしくはね、こうやって足閉じると、だいぶ負担減ると思います。しっかり足の裏を合わせて、膝を外に開いたままやると効果的です。あんまり肩ね、こう力入れすぎないようにすることと、呼吸は止めないようにしましょう。頑張れ。きつかったらサボっても OK。最後まで一緒に頑張りましょう。OK。右足伸ばします。こんな感じです。で、左手で右のつま先を触りに行きます。左の指先で右のつま先触れますか？最低でも触れるぐらいまでいってほしいんですが、僕もちょっと硬くてね、できません。左の脇腹、右の膝の裏、裏ももを同時に伸ばしてます。こうやって反動つけながらでいいです。呼吸止めないようにしましょう。あんまりね、無理やりやりすぎても良くないので、まあまあ呼吸止めずに反動つけながら、ゆるくズボラにやりましょう。ちょっと最初2種目きつかったですよね。あんなきつい種目もないので安心してください。OK。逆足いきましょう。左足伸ばします。で、次はですね、右手で左のつま先触りに行きます。頑張って。これもね、指先がつま先触れてほしいですが、僕は触れません。皆さんどうですか？で、本当に理想はね、もう手首がつま先に当たって、この足を掴めちゃうぐらいまでいくといいんですが、僕も硬いので大変です。皆さんどうでしょうか？できない方もね、大丈夫です。この脇腹、腰回り、あとは膝の裏とかね、裏ももが、硬いだけなので、一緒にね、頑張って柔らかくしましょう。OK。ついてきてますか？大丈夫ですか？これで右足を次左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びてれば OK です。このポーズできないよって方は、この右足もうちょい前、この辺で、こんな感じ。これでもね、右のお尻が結論伸びてれば OK です。頑張れる人は、なるべく足をお腹にグッとつけて、上から引っ張られてるイメージでですね、ピンと背筋伸ばす。そうすると腹筋しっかり伸びてきます。で、この時にあんまり肩がこう力入ったりとか、呼吸がね、止まったりしないようにしましょう。ついてきてますか？きつかったらところどころサボりながら、水分補給しながらやってみてください。OK です。逆いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけて、左のお尻伸びてれば OK です。このポーズできない人は、この足をちょっと前、ここに持ってきて、左のお尻伸びる感覚あれば、それで正解です。多少ね、ポーズがちょっと不細工で、僕と違うなーってなっても、結論、左のお尻伸びてればそれで OK です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけて、ピンと背筋垂らすとよりお尻伸びてきます。で、よくですね、こう、エアコンつけたりとか、暖房とか冷房つけて、ストレッチしていいですかって聞かれるんですけど、もちろん OK です。僕はね、そのエアコンの音が、この動画に入っちゃうのが嫌なんで、エアコンつけてませんが、皆さんはつけて快適な温度でストレッチやってください。OK です。よし。そしたら次はですね、右足伸ばします。で、なるべく開脚、こう、股関節広げます。広げた状態で体真正面に倒していきます。右の内ももストレッチかけていきます。で、つま先がこう前に倒れちゃってもいいんですが、なるべく真上向けましょう。右の内もも伸びてればいいです。もちろんつま先が前に倒れちゃう。これでも内もも伸びてる感覚があれば正解です。頑張れる人はもっと股関節広げたり、もっと体正面に倒したりしましょう。もう結構暑いですね。汗だくです。本当はクーラーを入れたいですが、ちょっと頑張ります。OK。逆行きましょう。左足伸ばして、股関節しっかり開きます。このまま体真正面に倒していきます。左の内ももストレッチかけてます。つま先なるべくしっかり真上向けておくと内もも伸びてきます。頑張れる人はどんどんね、体をもっと前に倒していくと良いんじゃないかなと思います。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、いろいろこの動画やってる中で疑問点出ると思います。質問いただければ基本的に返信するようにしてますので、遠慮なくね、質問いただければと思います。呼吸は止めないようにして、きつかったらね、ところどころサボりながら、水分取りながらやっていきましょう。
OK です。そしたら次、右足伸ばします。こんな感じですね。で、右足の方に向かって体を倒しましょう。さっきは正面倒しました。今度は右足の方に向かって体を倒す。なるべく膝曲がらないように空いてる手で押さえて、右手で触れる人は右のつま先掴みましょう。伸びますか？右の膝の裏もも。あんまりね、肩がこう力入りすぎないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。で、質問があればコメントいただいてもいいんですが、皆さんからの質問がね、結構似たようなのが多いので、概要欄のサブチャンネル、ズボラストレッチの教科書、ブログとかラジオとかで、回答してます。すべて無料なのでね、登録も必要なので安心してご覧ください。OK です。逆いきます。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒します。なるべく膝曲がらないように空いている手で押さえて、左手で左のつま先掴みましょう。膝裏もも、ふくらはぎ伸びる感覚あれば OK です。でですね、あんまりできてないんですけど、できたら皆さんのリクエストに答えるみたいなこともしていきたいので、リクエストあればね、遠慮なく、Twitter、インスタの DM とか、YouTube のコメントいただければと思います。で、もしね、なんか YouTube のコメント欄で質問しづらいって方は、Twitter、インスタで DM いただければ、基本的に返信しますので、Twitter、インスタからね、遠慮なく DM いただければと思います。OK です。そしたら一度、あぐらかきましょう。もしくは正座とか長座とか、楽な姿勢でいいです。その状態で、右手、右肘床について、左手万歳します。左の脇腹、脇の下ストレッチかけていきます。この指先、誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと伸ばすと、より脇腹、脇の下伸びてきます。いまいち伸びないよって方は、もっと斜め前倒したりとか、真横に倒したりとか、自分が伸びる位置探してみましょう。ただ、肩腰痛い方はね、無理しないでください。で、呼吸は止めないようにしましょう。脇の下、脇腹伸びますか？よし、OK。逆行きましょう。左手、左肘を床につきます。で、右手上げます。脇の下、脇腹伸びる感覚ありますか？誰かに指先引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横に倒したりとかね。こうしたら伸びるなって角度自分で試してみましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、よくね、最近食事制限した方がいいですかとか、質問いただきます。食事制限できるならした方がいいですけど、個人的には食事制限嫌いなので、無理せず、できる範囲でいいんじゃないかなっていうのと、そういう質問をね、サブチャンネルで、食の専門家の方に僕が質問して、回答してる動画があるので、ぜひサブチャンネルから食事についてご覧いただければと思います。OK です。そしたら次はですね、こんな感じで足の裏、体の前で合わせて、膝外に広げます。で、手は後ろについていいです。しっかり膝を閉じ切る、開き切る、閉じ切る。限界まで開いて、内ももを使って閉じ切る。膝パカをね、座った状態でやってます。逆に頑張れる人は、こうやって手離してやると、腹筋、体幹にも効かせながら、内もものエクササイズができます。きつい人は後ろでこうやって手つけながら、ゆっくりでいいです。で、ズボラストレッチの種目、全部スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、ゆっくり開き切る、内ももを使って閉じ切る。よし、OK です。次はですね、このあぐらみたいな状態から、ちょっと右足前に出しましょう。で、体の真正面に体倒していきます。右のお尻、外もも、伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。いまいち伸びないよーって方は、右足もうちょっと前に出したりとか、手前に引いたりとか、もっと体を前に倒したりとか、いろいろね、試してみましょう。もしくは体をね、斜め前に倒すっていうのもすごい効果的です。どの角度が正解っていうのはないです。自分でお尻、外ももあたり伸びる角度探してみましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次は、あぐらの状態から左足ちょっと前に出して、このまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外ももあたりが伸びる感覚があれば、それで OK です。いまいち伸びない方は足手前にちょっと引いたり、もうちょい前に出したり、体をもっと前に倒れたりして、いろんな角度で試してみましょう。で、この時にね、お尻、外ももではなくて、裏ももとか膝の裏がピキってなっちゃうとか、気になっちゃうとか結構いらっしゃるんですが、シンプルにね、そのピキってなってる気になるところが硬いだけっていう方が多いです。なので、シンプルにそういう、こうやって、
膝の裏とか裏もも多めに伸ばしてあげると、その痛み取れたりとか、もしくはね、そこの気になるところ、こうやってさすってマッサージしてあげても良いと思います。OK。そしたら、次は足伸ばします。両足伸ばします。で、そのまま前屈していきましょう。多少膝曲がってもいいので、指先でつま先触れるように、反動つけてもいいです。呼吸止めないようにしましょう。腰肩痛い人無理しないで。で、きつい人ね、水分補給したりとか、ところどころサボりながら自分のペースでやっていきましょう。呼吸とぐらいで。で、こうサボったりとかね、再生速度を調整したりとかしながらでいいんですが、よくそんな緩くていいのって聞かれるんですけど、どんなに緩くてもいいです。三日坊主よりもね、緩くても習慣化する方が絶対痩せるっても自信持っているので、習慣化目的にやっていきましょう。OK。次、開脚していきます。開けるところまで開きます。で、そのままゆっくり体前に倒していきます。内もも伸びる感覚ありますか？もしくはね、硬い人は膝の裏とか伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくこと。最低でもですね、90度開いて、肘が床につくぐらいまでいってほしいですが、僕もね、これ、なかなかできないです。どうしてもね、撮影ない日にストレッチするっていう習慣がなかなかつかなくて、本当はね、毎日やらなきゃいけないと思いつつも、毎日できないっていう、こんなね、説得力のないトレーナーで申し訳ないですが、でも撮影の時はね、ストレッチしてるんで、最低週2ぐらいはストレッチしてます。OK。